盆休みも終わったばかりなのに、すでにシルバーウィークが待ち遠しくて仕方ない K さんです。お盆休みは13日から実家に帰って、最終日の16日に戻ってきました。一人暮らしだと音を立てるのも自分だけだから、何もしなければエアコンの音が一番大きいという空間に慣れてしまって、常に誰かの声や物音に包まれている実家は非日常的な感じでした。ご飯だよと毎朝母が起こしてくれたんですね。50手前でそれでいいのかと思う自分もいるけど、たまにはいいじゃんが圧倒的勝利で、実家天国にどっぷり使っちゃいました。そしてお正月ぶりに今年高校生になった姪っ子も遊びに来てくれました。ついこの前生まれたばかりだと思ってたのに、少し見上げるくらい背が伸びていて、最近の子というのはどうしてこんなに手足が長いのと思いませんか？それと若さが眩しい。姪っ子もそうだけど、若い子のはつらつとした笑顔というのは、なぜあんなに人を幸せな気分にしてくれるんだろう。ニコッとされただけでにやけちゃうというか、もうおばさんというよりおじさん化してる気がします。アラフィフの私にはもう大きな選択肢も可能性も多くはないけど、高校1年生の姪っ子には無限の可能性があるんですよね。私の後悔の一つが、あんなに選択肢の多かった時期に自分の道を選ぶことに無関心だったことです。結局流されるように生きてきて、何者でもない大人になってしまいました。美容師や薬剤師、そして警察官、保育士、看護師、言い出したらキリがないけど、学生時代に自分の道をしっかり見つけて、そのプロとして生きている人たちが今になって本当に羨ましいです。と、若い頃の後悔を引っ張り出してきたのは、今回の動画で一番お話ししたかった35年ぶりについての伏線だったりします。この盆休みは気持ちが中学時代にタイムスリップするような出来事があって、束の間だったけど10代の頃の自分に戻れた気がしました。今回はこの話がメインになります。皆さんも数十年前のあの頃を思い出しながら見てくださると嬉しいです。私には現在東京に住んでいる幼なじみがいます。家がすぐ近所で、小さい頃はほぼ毎日遊んでいて、中学でも一緒にテニス部に入ったんですね。今回のお盆休みに入る前の金曜日に、彼女から明日帰るよという LINE が来たんですけど、いつもと違うのはその後の文章。幼なじみには妹がいて、妹のつながりで疎遠になっていたテニス部の一人とつながることができたらしいんです。それで日曜日にお茶することになったから来てよとのお誘いでした。ただその日は用事があって実家に帰るのはまだ先だったから、飛んでいきたい気持ちを抑えて泣く泣く我慢しました。そして彼女たちの再会が終わった日曜日の夜に、幼なじみが写真を送ってくれたんです。そこに写っていたのは幼なじみとテニス部の仲間3人、そしてなんと顧問の先生までも。予定より人が増えてるじゃないですか。テニス部は全員で9人。結婚しても地元に住んでる子が何人かいて、付き合いが続いていたみたいです。その子たちがグループ LINE を作ってくれて、先生と8人の部員が参加。1人はどうしても行方がわからず。旧姓の記憶しかないのに、LINE の名前がフルネームだったりすると、この子は誰だろうになっちゃいますよね。でもみんな、〇〇だよと当時の自分のニックネームを最初に言ってくれるから、一気に懐かしい気持ちになりました。
中学を卒業して以来35年ぶりに交わしたスマホ越しの会話だったんですけど、 LINE なのにみんな長文すぎて一画面に収まらずスクロールするくらいの吹き出しが次から次へと届きます。練習試合に向かう電車の中でマジカルバナナやったよねとか、皆さんマジカル頭脳パワー覚えてますか？懐かしいですよね。そしてアメリカ在住の子の一時帰国に合わせて10月の3連休の日曜日に再会が決定。年を取ると近いうちに会おうねというのは社交辞令の定番だけど、もたもたせずすぐに決まる団結力は当時のままです。ところが2ヶ月後の再会を心待ちにすると同時に、私にはやらなくてはいけないミッションが。そう、ダイエット。このままではちょっとひどいんです。LINE で届いた写真の先生の頭がすっきりとしていたのにも驚いたけど、きっと私の太り方はそれ以上に衝撃を与えてしまう。人は2ヶ月で何キロ痩せることができるんだろう。というわけで、今日から夜ご飯はサラダとプロテインにします。食事制限は良くないと分かってるけど、35年後の衝撃を和らげるためには背に腹は変えられません。手足がこんな状態なので運動も無理だし、面倒な体になったものです。でもポジティブに考えるなら、痩せる痩せると言い続けて一向に痩せなかった私に良いチャンスになったのだと思えばいいんですよね。楽しかった話はここまでで、前回の動画でお話ししたしびれの続報です。予定通り総合病院の脳神経内科で見てもらいました。詳しい問診の後、筋力の低下や麻痺がないか、先生と力比べをしたり、目の動きを見たり、冷たさを感じるかとか、たくさんの検査で確認をしました。特に異常はなかったものの、好酸球の数値やしびれの出方で、かかりつけの先生と同様に EGPA の疑いがあると言われてしまいました。病院といえば昔から気になっていることがあるんですけど、先生は問診しながらパソコンに入力しますよね。あれは患者も普通に見ていいものなのでしょうか。私はかかりつけの病院でもいつも凝視してしまうんですけどね。今回も釘付けになって見てたら、気管支喘息、好酸球性副鼻腔炎と入力した次に、好酸球増多症という文字が出て、私にはそんな病気もあるのだとサイレント告知を受けました。この日は血液検査だけして、詳しく調べるために次は9月の初めに筋電図という検査を受けることになりました。そして最終的な診断結果は9月9日です。脳神経内科のトップの先生が担当になってくださったので、不安ではあるけど心強いです。もう自分ではどうにもできないので、先生を信じて身を委ねます。そういえば、問診の時に引っかかったことがありました。糖尿病はないですかと3回も聞かれたんです。診官の問診票にも病歴のところに糖尿病というのはあって、チェックを入れてなかったのに、どうして3回も聞いたんだろう。考えられるのはやっぱり私がぽっちゃりさんだったからかな。EGPA の症状の一つに体重減少というのがあるらしいけど、これは私には当てはまらないみたいです。痩せよう。こんな感じで良いことも悪いことも交差した8月の中盤をお届けしました。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画で